皆さんこんにちは。ジャパスタのマナです。少し久しぶりのポッドキャストになりましたが、皆さんお元気でしたか？私は実は最近結構大変な出来事がありました。なので今日はその話をしようかなと思います。今日のポッドキャストのテーマは水も電気もない生活です。実は最近私が住んでいるところにかなり大きな台風が来ました。本当に大きな台風だったので街のいろいろなインフラが壊れてしまって1週間くらい水も電気も使えない生活が続きました。こういった自然災害で水が使えないことを断水、そして電気が使えないことを停電と言います。いやー、1週間の断水と停電はなかなか大変でした。水が出ないと手が洗えないし、シャワーも浴びられないし、トイレも流せないし、洗濯や料理もできません。そして電気が使えないと夜になったら部屋は真っ暗で、インターネットも冷蔵庫もエアコンも使えないです。便利な生活に慣れているので本当に大変でした。電気や水道、ガス、通信など生活に欠かせないものをライフラインと言いますが、このライフラインという言葉を痛感した1週間でした。水道や電気、通信などのライフラインがあるから日々生活をしたり仕事をしたり新しいことにチャレンジしたりすることができると思います。ライフラインがないと一日一日その日生活するのがやっとで、本当に他のことを考える余裕が全然ないなと思いました。こんな大変な1週間でしたが、一つ良かったなと思うこともありました。それは人の優しさや人とのつながりを感じられたことです。自分が困っている時に人に助けてもらうと、自分も人に優しくしよう、自分が周りの人にできることは何かないかと助け合いの気持ちが強くなったように思います。そして水も電気もネットもなくて日本語を教える仕事ができなくなった時も、生徒さんや周りの先生方からたくさん優しい言葉をかけていただきました。私はいつもフリーランスの日本語教師としてオンラインで仕事をしているので、皆さん実際に顔を合わせて会ったことはない人たちばかりです。でも皆さん、先生大丈夫ですか？レッスンのことは気にしないでください。とても心配しましたと優しいメッセージを送ってくれて、本当にありがたいなと感じました。ここまで私の大変な1週間について話しましたが、皆さんは今までに自然災害の被害を受けたことがありますか？そして災害が起こった時のために何か準備をしていますか？私は今回かなり大きな台風が来るとニュースで見て知っていたので、ある程度準備をしていました。例えば飲み水をたくさん買っておいたり、パンや缶詰、インスタント食品などあまり調理しなくても食べられるものを準備しておいたり、あとは停電に備えて懐中電灯やスマホのモバイルバッテリー、小さいガスコンロなんかを準備しました。そして断水に備えてバスタブやペットボトルに水も溜めておきました。台風が来る前はここまでする必要はないかな、断水や停電といってもまあすぐに復旧するだろうと思っていましたが、1週間断水と停電が続いたので、いろいろと準備しておいてよかったなと思いました。日本は地震など自然災害が多い国なので、もし日本に住んでいる人がいたら少しでも準備をしておく方がいいと思います。今日は私が水も電気もなくて大変だった話、
そして災害の準備についてのお話をしました。災害に遭わないことが一番いいですが、皆さんももしものために準備できることはしておくといいかもしれませんね。ということで、だいぶ心も体も元気になったので、今日は久しぶりにポッドキャストを作ることができました。これからも YouTube や日本語のオンラインレッスンを頑張っていきたいと思いますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。このポッドキャストが役に立ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。